皆さんこんにちは、かっちゃんです。ポテト。ということで今日はこれから旬の新じゃがをたっぷり使ってカルボナーラソースをたっぷりじゃがいもに絡めた止まらなくなる美味しさカルボポテトを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ハーフベーコン2枚は1センチ幅に細切りし、玉ねぎ4分の1個は薄切りします。はい。では新じゃが生姜8個 250g は皮付きのまま使用します。皮についている土や汚れを水できれいに洗い流して使ってください。かなり小さめの小芋なので今回半分に切って使います。大きめのじゃがいもの場合4分の1個程度の食べやすい大きさに切って使ってください。じゃがいもを切ったら耐熱容器に入れ塩少々加え全体になじませます。レンジ加熱する際に塩をなじませることでじゃがいもの中にしっかりと味が染み込んで美味しく仕上がります。塩をなじませたらラップをして600ワットの電子レンジで4分半加熱します。じゃがいもを加熱したらフライパンにバター 10g を加え中火で熱します。はい。ではバターが溶けてフライパンが温まってきたらじゃがいもの断面を下にしてフライパンに並べます。では断面に焼き目がつくまで焼きます。では断面に焼き目がつき始めたらじゃがいもを縁に寄せて空いたスペースで玉ねぎとベーコンを炒めます。断面が焦げそうな場合は断面上にして焦げないようにしておいてください。ではじゃがいもの断面にしっかり焼き目ついて玉ねぎとベーコンにも火が通ってきたら全体を炒め合わせフライパンの縁に寄せて空いたスペースに牛乳大さじ5、ミックスチーズ 40g を入れ溶かし合わせます。はい。ではチーズが溶けたら全体を混ぜ合わせ火を消します。では全体を合わせたら火を消した状態で溶き卵1個を流し入れます。卵を入れたらすぐに全体をよく混ぜて余熱で卵に火を通します。卵に火が通りすぎないようにしっかり火を消して加熱するというのと、もしもこの時点でもう固まりがしているんですけど、その場合もボトクからフライパンを離して混ぜてください。逆にソース緩すぎる場合はとろみがつくまで少しだけ火にかけてください。はい。では全体にほんのりとろみがついたら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。フライパンに残ったソースも全体に回しかけてください。ではお皿に盛り付けたら全体に粗挽き黒胡椒、乾燥パセリを散らします。OK。はい。ではこんな感じで旬の新じゃがでごちそうおかずカルボポテトの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回はこれからどんどん旬になる新じゃがを使ってカルボポテトを作ってみました。それでは本日はパーフェクトサントリービールで乾杯。乾杯。糖質対策。じゃあ早速いただきましょう。最近春野菜をよく使ってレシピを出してるんですけど、新じゃがもスーパーに並び始めてすごく美味しそうだったので、カルボナーラソースをたっぷり絡めたカルボポテトを作ってみました。じゃあこのね、ソースをたっぷりじゃがいもに絡めて食べてみてください。じゃあいただきます。
じゃがめっちゃ合う。じゃがいもをあらかじめ電子レンジで加熱することで、あとはフライパンで焼き目をつけるだけでホクホクの食感に仕上がり、レンジで加熱する際に少し塩を入れておくことで、最後ソースを絡めるだけだとじゃがいもに味が染み込まず、ちょっと物足りない感じになってしまうんですけど、塩を入れることでじゃがいもにしっかりと塩の風味が染み渡って、最後仕上がりがもう格段に美味しくなります。新じゃがは皮の部分まで美味しく食べれるので、そのまま皮ごと使って皮の風味や焼き目の香ばしい風味がすごく美味しいです。でソースの部分には牛乳プラスミックスチーズを入れることで、生クリームなしでも濃厚で美味しいカルボナーラソースが作れます。で卵を入れる際は火を止めて余熱で加熱することで、火が入りすぎずちょうどいいとろみの美味しいソースに仕上がります。火をね入れすぎるとカルボナーラソースはモロモロしちゃって美味しくないので、火が入りすぎないようしっかり様子を見て加熱してください。ほんとこのねトロットロのカルボナーラソースがじゃがいもによく合いますし、一緒に入れたベーコン、玉ねぎもじゃがいもとよく合って美味しく食べれます。で味付けはレンチンする際にじゃがいもに振りかけた塩だけでも、ミックスチーズやベーコンを使っているのでソース自体にもしっかり味がつき、調味料は塩だけですごく美味しく仕上がります。で最後ブラックペッパーをお好みでかけるとすごく美味しいので、がっつりスパイスを効かせたい場合は黒胡椒をたっぷり振りかけて食べてみてください。本当このじゃがいもカルボソースめちゃくちゃ合いますね。でかつこのね最後にかけたブラックペッパーがもうすごいねお酒進むレシピになってます。はい。ということで今日は旬の新じゃがを使ったカルボポテトを作ってみた動画でした。皮ごと使ったホクホクの新じゃがにたっぷりのカルボソースがよく合ったすごく美味しいレシピになってます。生クリームを使わず牛乳でも濃厚なカルボソースが作れて、旬の新じゃがをたっぷり美味しく食べれるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイカルボー。美味しいもの集合体。